はい、こんにちは。山下夏実です。今回は平日の2日間映像まとめていきました。スタートが2月の26日の木曜日の映像です。で今回の2日間はね、ちょっと砂が柔らかかった感じの日の映像なので、そういう時の対策というか、走り方というか、その辺について喋っていけたらいいかなっていうふうに思います。そういう砂が柔らかいビーチの時にどういう風に練習すればいいのかっていうのも含めて、喋っていけたらいいなと思ってます。こんな感じでちょっとね、足埋まったりしてね、なかなかテイクオフの直前で乗れなかったりとかしてたんだけど、そういう時は、まず言えるのが、全力で走らないっていうことですね。全力で走ってしまうと、直前の 1,2 歩で埋まる場合、まさにこの映像の日がそうだったんですけど、直前の 1,2 歩が埋まってしまう場合だと、全力ダッシュをした時にバランスを崩してしまうんですね、テイクオフの直前に。そうすると板も加速しないし、自分自身が怪我のリスクっていうのもあるので、この辺はモンキークロールでやってるんですけど、少しでも走らずに最低限のダッシュで乗るイメージとしては、この日がだいたいくるぶしぐらいまでですかね、埋まってたので、そうなってくるとだいたい6割7割走って7割ぐらいですね。それ以上は走らない。そうすると埋まる深さが少し浅くなるので、そうすると安定してまだテイクオフが少ししやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それでも多少は埋まるので、しっかり意識するのは腰を低くすること。テイクオフした瞬間に。そうすることでしっかり少しでも安定させるということができるので、こういう感じで、スープでもしっかり歩数少なくとも届く。これもしっかり腰を落としましたね。そうするとインサイドこういう風にラップ狙えたりとかもするので、そこのあたりの意識をしていただくと、だいぶ砂質に左右されにくくなるんじゃないかなという風に思います。でそこでそういったことができると、歩数少ないまたはスピードをそんな出してなくてもテイクオフするときに、少しでもアウトを届かせるってなったときにモンキークロールであったりとか、あとはバック押ししっかり利用してみる技術であったりとか、そういうことで普段と変わらないぐらいのアウトに届かせることもできるようになるんじゃないかな。アップローチの時にやっぱりしっかり重心を下に落としてあげる、腰を低くしてあげると、少しは加速がしやすいんじゃないかなっていうふうに思います。これは別に砂が柔らかい時以外にも言えることなんですけど、全力で走らずしっかり腰を落とす。そうすることでテイクオフが安定しやすくなる。テイクオフがその分丁寧にできてるんですよね。これとかも結構いい感じのところでやってると思いますよね。あとは走る前に必ずその日の練習前に正面の砂質を確認してあげる。自分がやろうと思ってる。それも必ずチェックした方がいいかな。2月の27日の金曜日に入りましたが、この日も変わらずこんな感じでかなり足埋まってるの分かるかな。それでもこれいいね、しっかり前出てきて、今のもちょっとテイクオフシーンが微妙に間に合ってなかったけど、しっかり腰を落として安定させてる。こんな感じで、普段の自分のスタイルより、気持ちでいいんで必ず低くしてあげるようにしてあげてください。
今のとかはね、実は砂が柔らかいゾーンを過ぎてから、ちょっと早く走ってテイクオフしたの分かるかな。ちょっと分かりづらかったんだけど。そう、柔らかいゾーンを過ぎてからの2歩ぐらいで加速させたっすね。さあ、これは腰落としてインサイド。さあ、これは逆にモンキークロールだね。さあ、よくあの距離届かせましたね。ちょっと前にはできれなかったけど、まあ、なかなかね、こういう日は足への負担が大きいので、しっかり休み休みやることが重要かな。このラップもいいね。さあ、埋まりながらだけどしっかり腰落としてエアーかな。ちょっと飛べなかったけど、さあ、この辺はちょっとある程度走ってますね。だいたい8割ぐらいで走ってるかな。砂質に慣れてきたら、まあ、ちょっとずつスピード上げていくのもありなんじゃないかな。さあ、これも柔らかいゾーン過ぎてからちょっと早めにダッシュしてラップラインまで。バック押しにも乗ってましたね。さあ、このラップも悪くないかな。まあ、なかなか引き切りの時間でも最近は柔らかかったりとか、まあ、この27日金曜日の周辺は、まあ、そこまで看板に大きな差がなかったっていうのがあって、素の看板が干潮でも高めにあったので、まあ、それの影響で柔らかいのかなっていう感じでもあったというふうに思います。さあ、いいサイドウェイ。あ、これいいね。波サイズとかレールワーク技術に関しては今回の映像で一番いいかもね。点数はそこまでつかないかもしれないけど、技術がある。さあ、いいですね、このダウンザライナーも。そう、なかなかね、砂が柔らかいとこういう風に今みたいにバランス崩しちゃうことがあるんですけど、まあ、そうやって崩れた後にもどうやってリカバリーするかっていうのも考えていけると、上級者の人はいいんじゃないかなっていうふうに思います。バランス崩した後にどうやってリカバリーするか。さあ、だいぶちょっと足がもつれそうですが、しっかり抑え込んでダウンザライナー。これいいね。一瞬軌道修正してラップ、ハイクオリティ。さあ、これはライナー側かな。当てて横に走っていく。さあ、これちょっと上向きながら中がいったかな。さあ、これはラップライン狙い。いいね。これ回した位置がパワーなかったけどしっかりスピードが速いターンでしたね。さあ、これはここで一回当て込むかな。いいですね。さあ、これも分かりづらいけど一応ラップライン狙いかな。いいですね。さあ、このライナーもいいとこ。まあ、今回はこんな感じでちょっと砂が柔らかい時の対策とかも含めて喋っていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。